こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今回は東京コミュニケーションアート専門学校の生徒さんの作品です。2点添削させていただきますね。1つ目の作品はこちらです。こちらはね、1年生の作品ですね。タイトルは僕らだけの結婚式をです。作者さんの年齢まではちょっとわかんないんですが、1年生なので多分お若い方なんだと思います。書いている内容もね、そんな感じがしますね。僕がね、同じぐらいの年齢の時、しっかりとしたイメージ通りに最後まで仕上げるというだけでも、かなりね、ハードルが高いことだったので、ここまでね、しっかり仕上げているだけでも素晴らしいと思いました。それとね、キャラクターの表情も生き生きと描かれていますね。素晴らしいと思います。ただ僕がちょっと感じたのは、絵としてちょっとね、こじんまりと収まってしまっていて、広がりがね、ちょっと感じられないなと思いました。なんとなく絵がちっちゃく見えちゃうっていうのかな。その部分さえ改善できれば、この作品はもっと良くなるんじゃないかと思いました。皆さん、その部分どうすれば解決すると思いますか？はい、考えながら見てみてくださいね。今日はその部分を一緒に学んでいきましょう。はい。でですね、もう早速核心部分に触れていっちゃうんですが、この作品がこじんまりとしてしまっているのは、画面のですね、この部分しか使えていないからです。意図としてね、こじんまりさせたかったというのであれば全然それでもいいんですが、もしね、意図と反してちっちゃく収まってしまっていたのであれば、画面を大きく使う工夫をすると、さらに良くなると思います。例えばですね、こんな風にです。はい、男性をですね、上下反転させて反対側に行ってもらいました。もちろんね、女性とこうぴったりと密着している感じを優先したい場合には、元の方がその感じが出ると思うんですが、ベッドの上でね、頭くっつけているだけでもすごくね、親密な関係というのは視覚的にね、伝わってきますから、画面を大きく見せる方を優先してもこの場合はね、いいかなと思いました。はい、男の子の位置を変えたので、女の子の角度もちょっとね、不自然に見えてしまいました。女の子の位置や方向もですね、男の子の角度に合わせて調整していきます。はい、こんな感じ。ちょっとですね、最初左右反転させてもいいかなと思ったんですが、そうするとですね、完全に女性が外側を向いてしまって、男性に対してね、そっぽを向くような感じになってしまったので、やっぱりね、内側を向かせて、男性とこう見つめ合うような角度にしてあります。あとですね、手というか、体全体がそうなんですが、この方に限らずですね、顔にフォーカスするような作品を描く場合、特にね、ここ注意してください。体が小さく、顔が大きくなりがちです。これね、結構不自然に見えてしまいますので、体と手を大きくしていきましょう。はい、まずは手だけをね、ちょっと大きくしました。でですね、ここでちょっとこれ言うかどうか迷ったんですが、これですね、誰向けに書くかにもよるんですが、このね、リスカコンですね、これをですね、書くのか書かないのかの問題なんですよ。これですね、おそらく、ものすごいリスカコンに共感する人に向けた作品作りをするのであれば、このままでいいと思います。そういう層向けの作品もね、ありますからね。なので、書くなとはね、言わないんですよ。そういう層に向けるのであれば、はっきりとこれを書くので大正解なんですが、ただね、この方がどっち向けの人に対して作品を書きたいのかがちょっとわからないので、そうじゃない場合もお伝えしたいと思います。もしですね、それ以外の人にもこの作品を見てほしいという場合、あるいはこのリスカコンがあってもなくても作品が成立してしまう場合には、はっきりとですね、これを書かない方が、多くの人に作品を見てもらいやすくなると思います。ただですね、単純に消してしまうと、それはそれで作者さんが書きたかった内容が、完全にね、こうなくなってしまいますので、それはそれでね、ちょっと嫌ですよね。そういう場合はですね、見る人が見ればわかるというバランス感に収めるのも一つの手段なんですよ。例えばですね、こんな手段があると思います。はい、手首にリボンを巻くですね。こうすることで見る人が見れば、手首にわざわざリボン巻いてるっていうことは、これってなんか隠してんだな、あれだなでね、具体的に書かずに伝わるべき人だけにメッセージを伝えることができるんです。あとはですね、もうちょっとだけ具体的に伝わりやすくしたければ、絆創膏を貼るとかね、書き方によって表現の強さを調整することもできると思います。さっきも言ったように、これはね、作者さんがどんな人に伝えたいかによって選ぶべきことなので、一概にね、こうすべきだとは言えません。ただね、一度考えてみてくださいね。さて、女の子の体もちょっと途切れてしまっているので、体も大きくしながら書き足します。
はい、こんな感じです。あとですね、ちょっとバランス的に、この右側にね、なんかあった方が画面をさらに大きく使えると思いますので、単純にね、もう一個手を書き足しちゃいましょうか。やってみます。はい、こんな感じです。それとですね、髪の毛ももうちょっとこうふわっと広げることでも画面を広々と使っている印象を強められると思います。ほんのちょっとだけでも効果あります。やってみます。はい、こんな感じ。女の子はね、こんな感じで大丈夫かな。あとはですね、この絵を見た時にちょっとね、キャラクターの存在感が薄いなと感じたんですね。はい、最初の段階を見比べてみるとわかると思うんですが、はい、この段階ですね、皆さん原因わかるでしょうか？なんかね、キャラクター薄いなと思ったんですよ。はい、これですね、分かった人すごいと思います。これはですね、この影の面積ですね、このキャラクターのヘリについているこの影の面積、この影の面積がすごく狭いので、なんかね、ペラペラの紙を置いたみたいな感じに見えちゃってるんですね。ここを解決してみましょう。はい、こうです。はい、シーツに落ちている影の面積を増やしてキャラクターに厚みを感じさせるようにしました。結構細かいポイントですけど、かなりね印象これで変わるでしょう。あとですね、男性は髪の毛もねかなりこう立体的な構造をしてるんですが、髪の毛の影もねちょっと弱いので同じようにペラペラな印象があります。髪の毛の影も修正してみましょう。はい、こんな感じ。途切れている髪の毛も書き足していきましょうか。やってみます。はい、こんな感じ。女性と同じようにね、毛束についても少し書き足して、自然な髪の乱れを表現しました。そして女性と同じくですね、手と体が小さいので、ここもね、自然な大きさに調整します。はい、こんな感じです。欲を言えばですね、ちょっとこの第一関節が長すぎるので、ここもできれば調整してみてください。最後にベッドに花びら書き足していきます。はい、こんな感じ。あとベッドの明るさのトーン、元からですね、端っこの方を意識的に暗くして視線がねこう真ん中に集まるように工夫されているんですが、これはですね暗くするだけじゃなくて、ちょっとね真ん中の方を明るくしてあげることでもさらに効果が高まると思います。はい、1点目の添削は以上です。切り替えて比較してみましょう。赤、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 赤と。はい、どうでしょう。配置によってね、こう少し雰囲気が変わるので、どちらの雰囲気が好きかどうかにもよると思うんですが、絵作りとしてね、画面を大きく見せることによって、絵作りがこじんまりせずに、絵として迫力や見栄えをアップすることができると思います。ぜひね、この方法、試してみてくださいね。さあ、もう1点いきましょう。もう1点はこちらの作品です。こちらは2年生の作品で、カードゲーム風のイラストを描きました。とのことです。いや、めっちゃうまいですね。いや、構図もいいですし、キャラクターもね、すごくよく描けていると思います。僕が20歳ぐらいの時はね、こんなにキャラクターうまく描けなかったと思うので、ちょっとね、嫉妬しちゃいますね。さて、この作品もうすでに十分うまいなと思うんですが、なんだろう、もう一足しね、なんか物足りないというか、もうちょっと迫力が欲しいな、と思っちゃう部分があります。なので、この作品については、迫力のちょい足し方法をお伝えしていければと思います。いくつかのポイントを押さえることで、このイメージのまま、迫力だけがね、ガッとアップすると思います。最初のポイントこちらです。
はい、こんな感じですね。この作品ですね、ちょっと迫力が足りないなと感じるのは、結構ね、全てのモチーフが均一に描かれていて、見た目にね、ちょっと差がないからなんですね。どの絵にもですね、見せ場っていうものがあって、例えばこの絵の場合、分かりやすい部分は前に伸ばした手ですね。この手の周りのディティールがあんまりないように感じてしまうので、それが原因でですね、迫力がいまいちないなと感じてしまうわけです。なので一旦、こんな風にね、手の陰影だけをね、ちょっと強めてみました。あとですね、女の子の手なので、シワをね、どこまで描くか、ここはバランス感が大事かもしれませんが、手前に突き出してる手であれば、もうちょっとだけ詳細にシワを描いても、あるいはいけると思います。やってみましょう。はい、こんな感じ。あとね、結構大事なのが、このね、袖口周りを描くことです。今ね、ここちょっとこう、はしょられているんですが、ここ描くのと描かないのとで、かなりね、情報量に差が生まれます。見てみてくださいね。はい、どうでしょう。結構細かいポイントですが、かなりね、変わったのが分かりますでしょうか。ほら、ほら、ほら、ほら。全然違うでしょ。ここね、めっちゃ大事なんですよ。袖口を描くことで、手に視線が引きつけられるのが感じられると思います。ついついね、ここはしょりたくなっちゃうんですが、ここ描きどころですからね。忘れないでください。あと若干ですね、胸元あたりの光を強めてあげるのも効果的です。こんな風に。はい、上半身と下半身の明るさはもともと意識されているんですが、このお腹あたりとね、胸元あたりの明るさは一緒だったので、ここをもう少しだけ差をつけてあげても、迫力と立体感が増すと思います。あとね、あとここ見せ場なので明るくしましょう。はい、せっかく帽子についた目がちょっとこう沈んでしまっているので、ここをもう少し明るくしてあげてもインパクトが強まっていいと思います。そして背景の炎なんですが、ここちょっとね、グラデーションの雰囲気だけで済ませようとしちゃってるんですけど、これがね、迫力にかける原因にもなってます。もうちょっと炎のシルエットを具体的に描いてあげても迫力が出ていいと思います。こんな風に。はい、これもね、全然違くなりますよね。ちょっと億劫かもしれませんが、ここね、めっちゃ効果が高いので、ぜひしっかりと描いてほしい部分です。あと、細かいことを言うと、周りに飛んでいるこの紙なんですが、これもね、もうちょっと手前に持ってきてもいいかなと思います。試しにやってみましょう。はい、こんな感じ。好みによってはこの手前の紙もね、燃やしたりしてあげると、さらに面白い演出ができるかもしれません。はい、今回の添削は以上となります。2枚目、並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。印象はそのままにね、迫力だけ追加されて、印象がこうガッと強まったのがお分かりいただけると思います。結構ね、こうポイントごとの添削だったんですが、印象がね、結構変わるでしょ。意外とですね、今やった迫力のちょい足しって多くの人が一番悩むポイントだと思いますので、今見ていただいた添削を参考にしつつね、ご自分の作品にも適用してみると迫力が一気に出ていいと思います。それと今回は体と顔のバランスについてお伝えしましたが、これね、かなりの人がやっちゃう部分なので、気になる人はね、違うパターンも同時に見ていただけると、あ、なるほど、こういうことねと感覚的にさらに理解を深めていただけると思います。例えばこちらの動画、気まぐれ添削228もね、体を大きくすることによってものすごく自然な絵になるということが分かりやすい動画なので、気になる人はぜひこちらも見てみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。